こんにちは、高弘です。モノクロについての質問でたまにあるのが、カメラの背面液晶をモノクロに設定していますかっていう質問です。僕はそういった設定にはしていなくて、普通にカラーのモニターを見て撮っています。が、人によってはモノクロ設定で撮ってるよという人もいるかもしれません。よくモノクロ初心者へのアドバイスとしてカメラをモノクロ設定にして撮ってみようって言ってるのを聞いたことがあります。一見理にかなってるように見えます。カメラの設定をまずモノクロにしてモノクロの世界に慣れようと、そういう考え方だと思うんですけど、僕は正直それはあまり効果ないんじゃないかと思ってます。ゼロとは言わないですが、そんなに劇的に変わるってことはないです。それはやっぱり視点や意識が変わらないとダメっていうこともありますが、モニターをただモノクロにした状態、そこに映る絵は自分が撮りたい写真の完成形ではないというのが大きいです。僕が撮るモノクロ写真は色を抜いてモノクロにした状態からコントラストを上げたり露出を下げたりして完成します。その完成形に近いものが見えていないと、ただモノクロに設定するだけではあまり意味がないと思ってください。あまり話を一般化すると後でボロが出るかもしれないので、日中のストリートフォトに限定させてもらいます。モノクロでコントラストを効かせたストリート写真を撮るなら、モノクロ設定にせずとも全然いけます。実は以前僕も同様の質問を受けた時に、慣れるまではモノクロ設定にして撮ってもいいと思います的な回答をしたと思うんですけど、今もう一回考え直してみると、もっといい方法あるなと思っています。ポイントは露出です。露出をアンダーに設定して、その暗い画面で見てみましょう。僕はマニュアルで露出を設定しています。だいたいここの数値はマイナス 2.0 とかマイナス 1.7 とか、それぐらい暗めになることが多いです。マニュアルに慣れてない人は自動補正でマイナス 2.0 とかに設定してもいいです。とにかく暗く、その状態でモニターに映っていい感じになる被写体を探すのです。モニターをモノクロにするよりも露出を下げて暗めのモニターにする方がよっぽど効果があります。初心者はこの方法を試してみてください。実際の目で見た世界はもっと明るいのですが、モノクロ写真では露出をぐっと落とした方が良い写真になることが多いです。例えばこの写真は露出を下げることで、この周りの影のエリアと中心の光のエリアの対比がしっかり出ています。露出を上げて目で見たレベルに近づけるとこんな感じ。やはり最初の方がインパクトありますよね。もっと明暗差が少ないシーンだとさらに効果的です。普通の目で見るとあまりコントラストを感じないような場所だと思いますが、モニターの露出設定を下げていれば、こういう微量の光をキャッチできます。人物の髪の毛と肩にしっかり光が入り、背景と分離させることに成功しました。これも露出を上げると平凡な写真になります。露出がいかに重要なのかわかります。わかりますかね。多くの初心者が見てる世界ってこっちなんですよ。当然です。目に見える明るさだってこちらですから。でもこの状態でカメラの設定をモノクロにしても意味ないんですよね。だってモニターにこの絵が映って、よし、これを撮ろうって思わないでしょ。最初に見せた暗めの写真、あれがモニターに映っていれば誰でもよし、いけるって思うはずです。冒頭に僕が言った理由が分かってもらえると思います。モニターをモノクロに設定するよりも露出を下げて暗くして見てみる。これが最も効果的です。最後はこちら。
大阪梅田のよく行くペデストリアンデッキです。パッと見は全部明るくてコントラストなんてないように見えますが、ちゃんと見えてる人が撮るとこうなります。階段の壁、ここが最も明るくなっているので、全体の露出を下げた後でちょっとだけコントラストを強調してやれば、このような完成形になります。今日の話をまとめておきましょう。結論として言いたいのは、露出を下げて暗いモニターで世界を見てみるというのが、モノクロのストリートフォトではおすすめのやり方です。カメラのモノクロ設定にするよりも効果は高いと思うので、ぜひ試してみてください。でもただ暗くして撮ればいい感じになるというわけではないです。露出を下げてただ暗いだけの写真にならないように注意してください。暗い世界の中でコントラストを見つける。そしてそのコントラストを利用して被写体通行人を浮かび上がらせる。そういった写真を目指しましょう。慣れてくるとカメラのモニターを見なくても自分の目で見るだけでそうした隠れたコントラストを見つけることができるようになります。モノクロのコツは他にもいくつかあります。今回紹介した方法以外だとモノクロでいい感じになるシチュエーションや被写体を知ることも重要です。それらの動画も概要欄にリンクを貼っておくのでぜひ参考にしてください。とにかくこのチャンネルでは具体的に再現性のあるやり方を紹介しています。写真上達において、例えば光を読むだとか光と影を意識するとか、そんな言葉で分かった気になるのが一番ダメなパターンです。そうではなく実践で役に立つ具体的な方法を知ることが大切です。そしてそれは意外とシンプルな方法です。今回の話も単純で分かってしまえば何でもないようなことに聞こえます。でも多くの初心者にとってはその第一歩がとても重要です。今はネットに多くの情報が溢れていますが、本当に役に立つ情報というのは少ないですから、それを見極める目も持ってください。それではまた。